皆さんこんにちは。ハンガリー学部生の大輝です。大変お待たせいたしました。今回は Vlog 内でも何度も紹介してきたこちらの手帳を使ったスケジュール管理方法について詳しく解説していきたいと思います。初めての方のために軽く自己紹介をしたいと思います。自分は日本の高校を卒業後、アメリカの4年生の大学に進学、卒業した後に現在はハンガリーにあるデブレセン大学医学部の2年生として勉強しています。ハンガリー医学部は進級がかなり厳しいことで有名でして、実際にデブレセン大学では1年生の段階で学年の約7割が進級に必要な必修科目で単位を取得できずに留年となってしまいました。本当に勉強が厳しくてですね、特に学期中はみんな朝から晩まで毎日勉強しているような過酷な環境なんですが、それぐらい厳しい海外の医学部の中でもですね、なんとか無事にいい成績で進級できているのも全てこちらの手帳のおかげだというふうに思っています。手帳を買ったけどいまいち使いこなせてないなんて人も実は多いんではないでしょうか。自分は手帳を中学生の時から使い始めて、そこから10年間、本当に毎日手帳を使い続けてきました。そこで今回の動画では、手帳の基本的な使い方、プランニングの具体的な方法、そして手帳を使う際に意識するべきポイントについて解説していきたいと思います。今から説明する内容を実践すれば成績アップや資格試験の合格、また1日の生産性を高められることも間違いなしなので、ぜひ最後まで見逃さないでください。はい、ということで、まずは自分の手帳の使い方の説明をしていきたいと思うんですけど、百聞は一見にしかずということで、まずは自分が実際に使っている手帳の一部を、ここに見せたいと思います。こんな感じですね。自分が実際に使っている手帳こんな感じになってます。自分はこのような感じでですね、1週間のスケジュールが見開き1ページで見れて、それぞれの日付ごとに縦に時間とともにスケジュールできる手帳をずっと使っています。こちらの手帳は高橋書店さんから出ているものなんですけど、全く同じものは概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらから探してみてください。自分はこういう感じで、そこまで色分けして綺麗に使っているというわけではないんですけど、こんな感じで細かく分単位で日々のスケジュールをしています。それではこちらのマスターのページを使って実際に自分がどのように手帳を活用しているのか説明していきたいと思います。自分はこの左側のスペースにですね、その週で成し遂げたい主なゴールを書き出すようにしています。自分は学生なので具体的な例を挙げるとしたら、例えば今週は生化学の試験範囲を1週終わらせるっていった感じで、できるだけ具体的にその週に何をするべきなのかっていうのをここに書き出します。そしてですね、この日付の上のスペースはテストの日程とか、提出期限があるものとか、そういったものを書き出します。そして自分がこの手帳で好きなのが、この日付の下にスペースがあるんですけど、自分はこのスペースにですね、その日にやるべきタスクっていうのを細かく書き出すようにしています。そしてその際にそれぞれのタスクがどのぐらいの時間を要するかっていうのも書き込むようにしています。そして最後にこれらのやるべきタスクを前日の夜までにこの時間に合わせて予定に落とし込んでいくといった流れになります。一般的な使い方と言っていいかと思います。自分はこんな感じで手帳を使っています。はい、ということで手帳の基本的な使い方を説明したところで、次はプランニングの具体的な流れについて説明していきたいと思います。今回は皆さん学生だというふうに仮定して、話を進めさせてもらいたいと思います。自分はまず学期が始まった際にですね、こちらの日付の上のスペースにその学期のテストの日程をまずは埋め込んでいきます。しっかりとね、進級していくためにはそれぞれのテストをしっかりとパスしないといけないので、このテストの日程っていうのがその学期の基本的な進め方の大枠になります。そして週が進んでいくごとにですね、その週が始まる前に、自分は先ほど説明したこちらの左側のスペースにその週で何を自分がするべきタスクなのかっていうのを書き出していきます。ただやるべきタスクといってもですね、具体的に何を目標にしてやるべきタスクを決めていけばいいかっていうのがわからない人もいると思うので、今回は自分がこのタスクを決める際に基準にしていることを3つ紹介したいと思います。まず基準の1つ目は、授業前に毎回内容を予習して挑むということです。まず前提として、医学部の勉強量は本当に膨大です。少しでも気を抜いて、数日間全く勉強しない日があったりしたら、あっという間に置いてかれてついていけなくなってしまうので、大事なことはいかに授業内でできるだけ内容を身につけられるかということです。ただ問題はですね、授業の時間はもちろん限られていますし、教授もかなり速いペースで授業を進めていく場合が多いので、何も準備していない状態で挑むと、授業内容に全くついていけず、時間を無駄にしてしまうといったことも、よくあります。これを防ぐためにですね、授業前の段階で一度自分で内容を学習しておくと、授業での学びの質を、格段に上げることができます。この際に細かいところまで完全に理解する必要っていうのはなくて、全体の本当に概要ですね、どういったことを話しているのかといったことをつかむだけでも、本当に授業内の理解度っていうのはすごく変わってきます。わからないところを事前に明確にしておけば、授業後に教授に質問することもできますし、授業の時間を最大化することができます。そして、自分のタスクを決める際の基準2つ目は、学期中の定期テストではテストの1週間前までに、全体の内容を1週復習するということです。もちろんこれはテストの種類や、試験範囲にもよりますが、医学部の学期中の定期テストではだいたい5週間から6週間分の範囲が、試験で聞かれることが多いです。なので自分はそのテスト内容を試験の1週間前までに頑張って1週終えられるように勉強のスケジュールを組んでいます。これはどのテストにも言えることなんですけど、基本的に1週学習しただけでは、全体の 30% も覚えら
られてないというふうに思ってください。勉強というのは、反復することが何よりも大切です。こちらの棒脚曲線のグラフは非常に有名ですが、間隔を空けて同じ内容を何度も復習していくことによって知識は頭に定着していきます。間隔反復という学習法についてはこちらの勉強法の動画で詳しく解説しているので、ぜひそちらも参考にしてみてください。テストの本格的な勉強を、数日前になって始める人も少なくはないと思うんですけど、やっぱそうなるとどうしても最後すごい焦りますし、前日徹夜して挑むっていった感じになってしまうので、それを避けるためにできれば常に余裕を持った状態で試験は対策する方がいいですよね。1週間前の段階までに全体の内容を1周しておくことで、残った1週間で2週3週といった感じで、内容を周回することができるので、最後睡眠を削ったりしなくても、余裕を持って高得点を固い状態に、持っていけることができます。ということで、自分がタスクを決める際の最後の基準は、期末試験がある教科は試験期間開始前までに全体を2周する、そしてテスト当日までには全体を5周、できている状態を目指すということです。ハンガリーの医学部の場合は試験期間が7週間あって、自分でテスト日程を決めるといった感じなんですけど、基本的にどの学校でも大体授業が終わってそこから試験まで少し時間があったりすると思います。なので自分はできるだけ学期中のうちに全体を2週は復習しようというふうに心がけています。もちろんテスト直前は焦ったりはするんですけど、それでもだいぶ余裕を持って試験勉強に臨めると思います。実際にハンガリー医学部で留年してしまった生徒の多くは他の教科に追われて主要教科の対策をしっかりと学期中にできずに、期末試験に入ってから本格的な対策を始めて最終的に間に合わなかったという人も実際に多かったので、こういったことを避けるためにもしっかりと先を見越したスケジューリングをすることが非常に重要です。そして今この紹介した3つの基準をもとに自分はそれぞれの週のタスクを決めて、そして日々のスケジュールに落とし込んでいます。1日のタスクの例を具体的に挙げるとすれば、授業前までにスライドを軽く一周する、そのスライドなどをもとに覚えないといけない内容の暗記カードの作成、また解説動画などがある場合はその内容をあらかじめ Notion にチャット GPT を使ってきれいにまとめていくといった感じで具体的なタスクを決めています。具体的なこれらの勉強法は過去の動画でもたびたび紹介していますし、これからも動画内で紹介していこうと思っているので、ぜひチャンネル登録をしてこれからの動画を見逃さないようにお願いします。ということで、これらのことを実際に実践しようという風になると相当な時間が必要になります。ただやるべきことを決めて、このようにスケジュールに一つ一つ落とし込んでいくことで、自分が日々やるべきことが明確になってきますし、それをやらないと全体のスケジュールが崩れてしまうことも分かっているので、必然的に長時間勉強、そして長時間集中することが可能になっていきます。このようにやるべきことが明確になると、自然と机に向かうこともできるようになるので、もしそういったことで悩んでいる方はぜひ実践してみてください。はい、それでは最後にスケジュールを立てる際に意識するべきポイントを3つ紹介したいと思います。まず1つ目は、スケジュールを立てる際に若干の余裕を持たせるということです。まず前提として1日の流れが全てスムーズにプラン通りにいくっていうことはなかなかありません。計画立てたはいいけど全然思った通りに進まないなんてこともよくありますよね。この手帳を使ったスケジューリングが習慣化して、それぞれのタスクにどのぐらいの時間が必要なのかっていうことが分かってくればプラン通りに行く時もあるんですけど、なかなか毎日そうはいきません。その時に全体の計画が崩れて試験までに対策が間に合わなくなることを防ぐために、自分は予備時間や予備日というのを設けています。具体的に説明すると、予備時間というのは例えば1日のプランをもともと11時までに終わらせる予定で設定しておいて、もしそれがうまくいかなくても最後1時間ちょっと寝る前に頑張れば最悪終わらせられるといったような感じでですね、若干余裕を持ったプランニングをすることでちゃんとその日にやるべきタスクを終わらせられるようになります。また予備日に関しては、自分はだいたい試験の1日前は予備日として残しておくようにしています。できるだけもう2日前までの段階で試験に挑めるぐらいの準備を終わらせるといった目標で普段から勉強しているので、最終的にそれがうまくいかなくても最後1日苦手なところを詰めたりとか試験範囲の勉強を終わらせることができるので、こうやってあらかじめ若干の余裕を持たせていくことで必ず試験前までに準備が間に合うようになります。こうすることで試験前に全然準備が間に合わなくて焦るっていうこともなくなりましたし、自分は実際に徹夜したことなくて試験前日も最低限の睡眠をちゃんととって試験に挑めています。はい、それでは意識するべきポイント2つ目は、あえて少しきつめにプランニングするということです。実はこれが結構自分の中では大事だというふうに思っています。もちろんこれは見てくれてるみんなが絶対にやるべきっていうわけではないんですけど、特に受験生やテストが迫っている学生などはですね、こういった方法を取るのがおすすめです。なんでかというと、基本的に自分は目標以上のことは成し遂げられないというふうに思っています。なので具体的に言うと、成績は常に最高評価を目指す、試験ではできるだけ100点を目指した勉強をするといった感じで、高い目標と基準を持って勉強していれば試験で落ちる可能性も格段に減らせますし、多少それがうまくいかなくてもそれなりにいい成績や点数っていうのも取れると思います。少しきつめにあらかじめ自分に負荷をかけて予定を立てていくことで、自分
の思ってる以上の実力を出せたりすることもあると思います。そして、最後に意識するべきポイント3つ目は、必要な時間はあらかじめスケジュールに組み込むっていうことです。忙しい時って、いろんなことがおろそかになってしまいますよね。食事や睡眠とかを削ってしまって健康を損なってしまうということもよく起こり得ることだと思います。ただ医学生として勉強している中で非常に大事だと感じているのは、いかに持続可能な生活をしていくかっていうことです。常に負荷をかけて無理をしていてはどっかで燃え尽きてしまって続けられなくなってしまいます。自分が大事にしているのは、まずは睡眠時間を7時間確保する、料理の時間や洗濯や掃除の時間、そして定期的な運動の時間も設ける、また趣味ですね、自分の場合 YouTube の動画を作ったりとか、そういった時間も確保する、こういったことを意識しています。そうやって自分の生活に必要なものっていうのをあらかじめスケジュールの中に組み込んで、その時間を確保した上で残りの時間で勉強のタスクをスケジュールに詰めていくといった方法をとっています。時間っていうのは常にないものだと思います。ただ24時間っていうのは、みんな平等に与えられていますし、自分は時間は作るものだというふうに思っています。要はその時その時で自分の中の優先度っていうのをしっかりと決めて、やるべきことは一つ一つ成し遂げていけるというふうに思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。10年間かけて築いたこの手帳術を本当に全て解説しました。今日言ったことを実践するのはですね、そんなに簡単なことではないと思います。もちろん最初は予定通りにいかなくてうまくいかないこともあると思いますが、習慣化していくことで少しずつ勉強とかも苦ではなくなっていきますし、何より自分の生活にコントロールを持てるようになると思います。本当に自分は地頭がいいとかそういった感じでは全くないんですけど、ここまで学生生活ができているのも本当にこの手帳を使ったプランニングのおかげだというふうに思っています。本当にプランニングした日としない日で自分の一日の質っていうのはめちゃくちゃ変わってるなっていう風に実感しているので、もしまだやったことないっていう人がいたら、ぜひ手帳を買ってこの動画で説明したことを実践してみてください。皆さんの目標達成の手助けになれば非常に嬉しいです。はい、ということで最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。もしこの動画がいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。そして Instagram の方では YouTube で上げきれない日々の日常などを発信しているので、ぜひそちらの方もよかったらフォローしてみてください。最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。それでは I will see you in the next video. Bye!